はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は久々の実験動画ですね。検証しました。質問&リクエストフォームから取り上げます。いつもチャンネル見させてもらっています。いくつか気になっていることがあります。まず、ステンレスフレットは硬い音になるという解説がありますが、私は疑問視しています。開放弦と応弦した時の出音は明らかに開放弦の方が張りのある出音がします。それは人間の指が柔らかくて弦振動を吸収してしまうからだと考えています。そのような振動吸収体でフレットのすぐ横を応弦しているのに、フレットの素材のコードが明確に出音に現れるとは思えません。それよりも減って頂点が平らになっているフレットとリフレットして頂点がシャープになっていることの差の方がはるかに出音に影響すると思います。素材のコードによる先入観と減りが少ないことで頂点がシャープな時期が長いことがステンレスフレットは硬い音という意見になっていると私は思っていますが、どう思われますか？はい。というご質問をいただきました。この方はですね、さらに2つブリッジのことについて同時にご質問いただいてるんですけれど、今回はフレットに的を絞ってご説明していきたいと思います。今回の検証にあたり、よく多くの動画で見られるような演奏して弾いてみて人の耳で聞いて確認検証してみましたというようなことは一切やりません。そういう不確かなことはしません。ということで、このようなピッキングシステムを作りました。こんな風に一定の角度で毎回同じようにピッキングができるシステムですね。人の耳で聞き分けるんではなくて、画像としてはっきり違いがわかるようにしたかったので、こういうソフトを試してみました。オーダーシティっていうんですかね。多分オーディオとシティのを掛け合わせた造語なんだと思うんですけれど、間違ってたらごめんなさい。オーダーシティですかね。で、このソフトっていうのはスペクトログラム表示っていうのができまして、こんなやつですね。どの周波数がどのぐらい出ているかっていうのもわかります。で、ただし私はこういうソフトを使うのも初めてですし、周波数とかスペクトログラムについても全くの素人なので、あくまで画像を見てアバウトにこの帯域の方が多く出てるなとかっていう、そういう風な素人目で判断した検証の仕方なので、専門家じゃないですからね。その辺は何卒ご了承ください。で、今回は指で押さえた時と、指っていうのは柔らかいですよね。その比較対象として金属を使うことにしました。使うのはこういうアルミの丸棒です。これを使ってフレットを押さえたいと思います。今回は2フレットを押さえて検証しますので、その次のフレット、3、4フレットは、抜いてます。で、これはなぜかっていうと、よくフレットを押さえてバーンって弾いた時に、次のフレットに弦が当たってしまって、で、そこでビビリ音が出ることがあるんですね。で、そういう風にビビリ音が出てしまうと、正確な判断ができないので、フレットを抜いてます。ちなみに、5弦と2弦の、つまり巻き弦とプレーン弦の音を録音したんですけれど、プレーン弦の方では違いがね、あんまりよくわからないんですよ。巻き弦の方が、つまり5弦の方がかなり違いがはっきりと分かったので、今回は5弦に的を絞ってご紹介していきたいと思います。それでは、まず、最初は、とにもかくにも、普通のフレットを指で押さえた時と、ステンレスフレットを指で押さえた時の違いを聞いてみましょう。こんな感じですね。聴感上、ほとんどサウンドに変化は感じ取れませんでした。よーく聞くと、ごくごくわずかなんですけれど、ステンレスフレットの方が雑味が少し取れたっていうか、そんな風に聞こえます。スペクトログラムでこうやって画像で確認してみても、両者の違いっていうのはほとんどないですね。ほぼ一緒です。で、次、2番目。普通のフレットを指で押さえた時と、普通のフレットを
金属で押さえた時の音の違いを聞いてみましょう。明らかに違いますよね。金属で押さえた時の方がちょっとこうチャリチャリシャリシャリしたような高音域の成分がより多く出てるってことがわかると思います。もう一度聞いてみましょうか。こんな違いですね。スペクトログラムで確認するとご覧の通りはっきりと違いが出てます。広域成分がより多く出てるのがわかると思います。じゃあ次、3番目。普通のフレットを指で押さえた時と普通のフレットがすり減った時の音の違いを聞いてみましょう。はい。これはもう予想してましたけれど、すでにビビリ音が混じってますよね。スペクトログラムを見ても、はっきり違いが出てます。事前に3、4フレットは抜いた上で検証してますから、この微粒気音っていうのは2フレットで起こってるってことがわかります。で、どういうことかって言いますと、このように頂点が平らになったフレットですね。で、弦がこう来て押さえつけるわけですけれど、弦を弾くと、ちょうどこの部分、弦がこうブレてしまって、ここで微粒気音が発生するんですね。もしこれがフレットが新品だとすれば、頂点は丸いわけですから、弦とフレットの頂点が接する面積っていうのはこのぐらいで済むんですよ。点接点なわけですね。ところが、先ほどのように、摩耗してすり減ってしまうと、点接点が面接点になりますから、ブレやすくなるんですね。ここまでの検証で分かった通り、普通のフレットとステンレスフレットでの音の違いはほとんどないってことが分かりました。で、この質問者さんがおっしゃる通り、フレットの頂点、頭が摩耗して平らになった状態の時の音の変化の方がはるかに大きいっていうことも分かりました。で、ここでもう一つ検証したことがあります。4番目ですね。普通のフレットを指で押さえた時と金属で押さえた時なんですけれど、違いはこのように完全に弦が指板面にくっつくようなぐらい強く押さえつけた時で、検証してみました。このような違いですね。ほとんど違いがないことがわかります。先ほどご紹介した普通の加減で押さえた時の、これをもう一度聞いてみましょうか。結構違いがありますよね。で、このことから考察すると、普段弾くときに押さえる程度の力では、フレットと弦の接点部分で、まだかなり弦が振動しているっていうことだと思います。で、指板面に弦がくっつくぐらい強く押さえた時っていうのは、フレットと弦の接点部分で、弦の振動がほぼ抑制されていることによって、音質に違いがあまり出なかったっていうことだと思います。でね、今回のこの検証の際に、普段このフレットを押さえる方の指先に感じる振動っていうのは、あまり意識したことがなかったんですけれど、こっちの押さえる方の指先に意識を集中してこう弾いてみると、割とね、弦の振動を感じることができました。なんか言われてみて初めて、結構振動してるんだなっていうのが分かりました。はい。ではまとめます。ステンレスフレットと普通のフレットで出てくるサウンドにほとんど違いはありません。ということが今回立証されました。では、なぜ音が硬くなったっていうふうに思ってしまうのか。それは指先に感じる硬さの違いですね。ステンレスフレットにすると明らかに指先にこう感じる硬さっていうのは硬く感じるんですよ。カチカチっとした感じに変わるんですね。で、その硬くなったっていう食感が先入観となって出てくる音も硬くなったっていう風に錯覚してしまうんですよ。
これがステンレスフレットに交換した時の真実です。さらに、ステンレスフレットっていうのはあまり摩耗しません。なかなか平坦にならないんですね。つまり普通のフレットに比べて頂点が丸い状態っていうのが長続きします。このことからもステンレスフレットに交換することによって音がまとまったシャープな音が持続する、より長く持続するっていう見解もその通りだと思います。あとはフレットが摩耗して頂点が平らになった時の音質、サウンドの変化の方がはるかに大きいっていうことが分かりました。で、これは微率気音が多く出てしまうっていうこともあるんですけれど、平らになればなるほど本来出てこないはずの周波数帯域、余計な音が多く混じって出ることになるので、音が少し濁ったようなそういう風な音に変化しやすいんですよね。こうちょっとベシャッとしたような感じ。カーステとかイコライザーっていう項目があるじゃないですか。例えて言うなら、新品のフレットで摩耗していないフレットっていうのは、ボーカルブーストとか、中域が少し盛り上がったような、輪郭がはっきりと聞こえるようなサウンドだと思ってください。で、一方、摩耗したフレットっていうのは、ベースとトレブルをこう上げて、中域を少し下げたような、いわゆるドンシャリ系な音。ちょっと例えになるかわかりませんけれど、そんなような違いですかね。私もね、若い頃は、ドンシャリ系の音が大好きでした。いわゆるこう、低域がブンブン言ってるようなね。年を重ねるごとにね、中域がこう強調されたような、そういうサウンドの方が割と好みに変化してきましたね。で、これね、見方を変えれば、新品のフレットの方が落ち着いた音っていう風にも捉えられますよね。摩耗して平らになったフレットの方が、こう余計な成分の音は出るんですけれど、その方がなんとなく味があるとかね、そういう捉え方もできますよね、人によっては。で、前々から何度も言ってるんですけれど、人によって好みっていうのは様々です。ある人が良いサウンドだっていう風に言った音も、他の人が聞けば、それは悪い音だ。自分の好みじゃないっていう風に感じるってことは当たり前にあることですから、明確な基準っていうのがない世界なんですよね。食べ物にしろ何にしろそうですけれど、好みの世界なので、本人が良しとすれば、それが本人にとって最高なベストなサウンドっていうことになります。で、今回は演奏とか行わずに一本の弦で実験検証してみましたけれど、本来ギターやベースっていうものは複数の弦が同時になって和音を奏でてそれを感じ取るものですよね。ですからステンレスフレットに交換してもほとんど音に違いはありませんっていうふうに言いましたけれど、ごくわずかな音の違いっていうのはあります、実際に。プロのギタリストとか、ちゃんとした録音スタジオの環境で、その違いを聞き分けられる本職の人が聞けば、ステンレスフレットに変えたことによるサウンドの違いも、より明確にわかるのかもしれません。はい、ということで、以上になります。いやー、面白かったですね。私も YouTube を始めてなければ、こんな検証はしてなかったですね。25年間今までずっと間違った見解をしてました。ステンレスフレットにすると音が硬くなりますよ。それ違いますから。どの動画で話したのか忘れましたけれど、ここで訂正とお詫びをいたします。私の思い違いでした。もし友人知人でステンレスフレットにするイコール硬い音になるから嫌だとかってね、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこの動画をお勧めしてあげてください。よろしくお願いいたします。いかに人間の感覚っていうのが騙されやすいかっていうのが今回の検証でよくわかりました。この前テレビでちょっと見かけたんですけれど、VR ゴーグルでイヤホンがついていて、耳を完全に覆うようなこんな感じのごっつい VR ゴーグルで、映像はのっぱらで一瞬風が吹きつけるような
そういう映像が流れるんですよ。風が吹きつけた映像と同時にリンクして、この耳元のね、どっかの部分に冷たさを感じさせてあげると、あたかも風が本当に吹きつけてるかのように人間って錯覚するらしいです。もちろん、この辺に空気がシューって出るのとか、扇風機とかね、そういう仕掛けなんて何にもないんですよ。にもかかわらず、本当にこう風が吹きつけてるように感じるらしいんですよね。例えばね、そうだな、高級寿司店に行って、目隠しされた状態で、そこの寿司職人さんが、お客さん今日はもう最高のトロが入荷しましたよって言って、売れたアボカドに魚の匂いかなんかつけて、で、こう握ってくれてね。はい、どうぞつって。で、目隠ししたまんま、こう、醤油につけて、パクってこう、食べたら、いやー、大将、このトロ最高にうまいっすねって、こう、すぐ騙されちゃいますよね。それはちょっと違うかな。まあいいや。はい、ということで、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。